おはようございます。本日3月何日今日17か17日の火曜日かな。ちょっと昨日入ってないから曜日感覚ないですけど、火曜日かな。ただいま7時半、朝7時半で場所を今ね、留学前に来てますが、はい、まあお気づきかもしれないですけど、なんで私服やねんって話なんですけど、はい、ちょっと自分目が今炎症しちゃって、ちょっと海入れないんで、ちょっとライブだけまあ今日しに来たんですけど、まあ、朝の波情報用ってことで、ちょっとまあ海入れないんで、まあ、波情報、僕は入らずに、はい、まあ波情報だけとりあえず、まあ、発信していこうかなということで、ちょっとね、しばらくかな、ちょっと目が腫れ引くまでちょっと入れないんで、多分金曜日ぐらいまで多分入れなくて、まあ3連休の、まあ、初日ぐらいまでちょっと入れないかなと思うんですけど、まあちょっと、まあそれまでは、まあ火水木、まあもしかしたら金曜日もまで、はい、この自分は私服で、まあ波情報を発信していくだけ発信していくみたいな感じの配信になるかなっていうふうに思うので、まあとりあえず、まあライブはとりあえず休まない感じでいきたいと思います。で、まあとりあえず、まあそんな感じでやっていくんで、一応ね、なんか質問とかあった時用にその解析できるようにボード持ってきてるんで、まあ普段と違って自分が練習してないからちょっと話のネタが尽きちゃうんで、皆さんちょっとチャットお願いします。はい、話のネタが尽きたら帰るんでまあだから、まあ、できるだけちょっと、まあ、質問とかにすぐに答えていこうかなと思うんで、まあちょっとどしどし今日みたいな日はちょっとしばらくはもうチャットをひたすらこう送っていくようにしていただけると幸いです。もうまあとりあえず、まあそんな感じでちょっと今日しばらく私服で多分配信することになるんですけども、とりあえず今ね、看板的にはね、ミドルタイドぐらいかな。引き切り前のミドルタイド、まあ10時半干潮で今7時半で、本当にちょうどミドルタイドぐらいなんですけども、まあ昨日がね、プール前、まあ旧プール前、まあ今で言うとシーテラスの前ですねあたりのちょっとスキムが全然波良くなかったみたいなので、まあちょっと僕も昨日から入ってないんですけど、なのでまあちょっと今日はこっちコートから、まあ、見晴らし台までをチェックしようかなと思ってこっち来たんですけども、結構ね傾斜がなくなったかな、一時期よりかはと思います。でまあかなり真っ平らに全体的になってるかなと思います。でサーファーはね、一応ね今この正面にロングでスクールだと思うんですけど、3人で、まあ、あとはほとんど左側かな。短いボードの人は多分ここがメインだと思うな。ただここ結構ダンパーなんですよね、見てると。だからちょっとなかなか難しいコンディションではあるかも。乗れるのであればこの正面が一番乗れそうなんだけど、形綺麗だからまだ。でスキムに関して言うならスキムもできると思います。ちなみにこんだけ真っ平らなんだけど、例えばスキムだったらこのピークのね、これちょっとペラいけど終着地点この辺りとか、あとは右側ですね、もうちょい。例えばそうだね、まあこの正面もできるんだけどスキムはまあもうちょい右の多分こういうブレイクとこのブレイクの間のこの辺とか、そうこういうこれとは流し多分取れると思うんだよね。実際今日入ってるってなったら僕も多分その流し狙ってると思う。でまあ右側も多分もうちょい乗れる。さらにこっち側ですね。まあ探せばどこでもできそうですね。スキムもサーフィンも一応。この正面これラップいけんじゃない？ちょっと口深いか。そうだからね、ちょっとね波はペラめなんですけど、まあとりあえずスキムは最低限できそうな感じの地形かなと思います。ただまあ今言った通り、今まだ引きに下げて潮が下げてってるタイミングのミドルタイドなんで、まだまだここから引くので潮は、まあ、おそらくだけど、まあ干潮付近になるともうスキムはできないでオールサーフィンになっちゃうかなと。まあ鉄道こんな感じで入ってくるんで、まあただ断髪つく。ただこのレギュラーとかどう？このレギュラーサーフィン取れるかな。ちょっとブレイク早いかな。うわー最後早い。まあ待ってれば、まあ、こういうのが入ってくるから、それを狙っていけるのであればサーフィンは結構いいかも。
どの道ね、こっちでやるんだったら、まあ結構サイズが上がった影響で週末に地形がやっぱ結構変わってるかなと思うので、もともとこっちはちょっとダンパーチックな兆候はありましたけども、だからちょっと入る際は、必ず、良さそうな場所を選ぶか、ちゃんと地形を確認してから入った方がいいかな。そんな感じで見た感じは一応ここの周辺がいいかな。一応ね、今日向こう側も見たんですけど、向こう側見たけどあんまり波入ってなくて、やっぱサーフィンするなら今日のうねりだとこっちの方がいいんじゃないかなと思います。これ流しスキム、これいいべ。うわー、多分普段だったら狙ってる。これ結構いいんじゃないだから結構ね、週末スキム遊べて昨日狙う気満々だったけど結局入れなくて、ことで結局、今週多分平日ぐらいは多分少なくても入れないんで、スケチェックに僕は専念しようかなと思います。あとはボード今倒れてるけどボード持ってきてるから一応、解説とかもなんか含めつつやるんで、その辺質問とかあったらどしどしチャットに書いていただければ答えていくんで、とりあえずはそうだね。どうせ入れないしスキム目線の話にはなっちゃうけど、この波だったらどう取るかはとりあえず喋ろうかな。結構ね、これ今日ちょっと持ってくか、普段じゃできないからね。なんで結構浜が長いんですよね。引いてきてるっていうのもあるんですけど、この波に到達するまでにこの流しとかね、これすごいいいんだけど、これインサイド結構走るんですよね、この辺ぐらいまで。上がってくる。そう結構上がってきて、さっきまでいたのがそこのボードある場所だから、自分意外とね長くて、だいぶ真っ平らにはなったんだけど、ある程度多分今ミドルタイドぐらいなんだけど、多分満潮から引き始め2時間あたりかなになると、多分ねほぼ真っ平らなんだけど、ここの傾斜が多分使えるんで、そうすると結構アウトはチャレンジしやすい環境というか条件は整ってると思う。今の段階でも全然余裕で波は届いたりする上級者なら感じで、インサイド引きつけても多分このインサイドとかもこれか引きつけて多分フロントとか取れるんじゃないかな。これ、これ取れるでしょ。だからこういうのが取れそうだから、でこっちの流しも取れるでしょ多分これ、これ絶対取れると思うんだよね。だから結構今プール前っていうかシーテラス前か、ちょっとプール前って言い慣れちゃってるからなんだけど、シーテラス前が結構ずっと週末は良かったんだけども、今日ぐらいのサイズで、サイズが落ちた際はこっちの方が多分こっちの、流木前からだいたい見晴らし前ぐらいかな。今サーファーがちょうどカメラ中央に立ってるんだけど、その辺りでのどっかで探すのがスキムもサーフィンも無難ではありそうかなっていうふうに思います。よいしょ。見てるとやっぱり結構パッと見は難しそうなんだけど、よく見てみると、結構選んだらいける波あるじゃんみたいな感じにはなると思う。実際見てみるとだから見た目より多分波いいと思います。見た目でやっぱどう見ても波が通そうじゃんみたいになるんだけど、全然実際来てみるとこういう感じで波入ってない時間もあるから、スキム自体はかなり取れる。逆にサーフィンは見た目よりダンパーだから結構ブレーク早いんで、サーファーの人の方が多分来てあれってなる可能性はある。
俺とかも多分スキムインサイド取れるからね。いやこれ結構スキムいいんじゃないかな。いやまあいいって言うとちょっと嘘っぽくなるからね。全然練習はかなりいい練習はできると思う。僕もこの波だったらスキムやりますからね、サーフィンじゃなくて。かなりいい感じだと思う。まあ、ただ、まあ、今これが7時40分で、まあ、この波で、まあ、あとちょうど3時間ぐらい潮が引くんで、まあ持って1時間2時間ってとこかな。2時間持ったらいい方だな。基本再生波っぽくなるから、まあ、だらだらとずっとできるパターンではあると思うんですけども、まあ、多分できてもこの波でできるのは多分あと1時間半2時間持てばいい方かね。1時間1時間半ってとこでしょ。こんな感じです。この裏とかもロング行く。長い板の人は乗れそうだね、サーフィン少なくとも。でもあれだね、さっきまでこの正面でやってたグループがロングが左側に行き始めたから、この正面はあんま良くないのかな、見た目より。とりあえず、まあ今来た人もいるかもしれないから言うけど、ちょっと自分の目が炎症してちょっとしばらく海入れないんで、まあ、それでちょっとだね、今週のまあ木曜日金曜日ぐらいまでは、まあ、自分は入らないで、まあ、朝来て配信だけしていこうかなと思って、はい、まあ、どしどし質問とかください。ちょっと喋るネタがつきそうなので、喋るネタが尽きたらその日のライブは終了するんでこれだったらまあちなみにね、結構寒いっす今日。ちょっとウェット着てないで海来るとあんまり感覚が分かんないですけど、結構寒いと思います。意外と寒いと思う。自転車こいでここ来るときに意外と肌寒いなと思ったんで、風はねそんな強くないんだよね。多分3メーター4メーターぐらいのオフショアかな。でまあ風は全然強くないんで、あれなんですけど、まあ、外気自体が意外と寒いので、曇ってる、まあ今さっきまで雨降ってたんで、自分も今ここに来るまでの間どっち雨降られてたんで微妙に。だからまあその影響で寒いっていうのもあるかもしれない。まあ、もしやるのであればしっかり防寒はして、はい、グローブとか多分ちょっと水温が分かんない、いらないとは思うけど、まあ肌寒いからサーファーの人だったらあってもいいかもね、グローブブーツは。まあ、だいぶ暖かくなってきたとはいえ、やっぱまだまだ微妙に寒い日があったりするから、スキムする分には多分何もいらないと思うな。もうひたすら走って体温めてからうわ、これいいんじゃないですか、これライナー。いやーこのライナーいいな。ちょっと遠いけど全然取れると思うわ。ちなみにあれでしたね、砂閉まってましたね、さっき歩いてる。砂は全然埋まらないから全力ダッシュも可能な砂質だね。水温どうなんだろう。みたいな。水温はねそんな冷たくなさそうだな。足濡らした感じ全然
水温は冷たくないんだけど、今裸足になって上がったけど、砂は冷たいっすめっちゃ。まあ、さっき濡れてたからなのかな。砂は冷たいっすね。まあまあ、もうまだ7時半だし、4、40分か。だからまあ、これからもうちょい気温上がればもう全然問題ないぐらいの温度かな、砂は。これとかいけるよね、スキム。結構引きつけて取れそうだね。いくらでも飲むんだけど。よいしょ。ストライクランドプロパンさんペン、おはようございます。とりあえず今日はっていうか多分しばらくはこの携帯での、自分は海入らず入りたいんだけどね入りたいんだけどちょっと入れないんで、ちょっとこの携帯でのライブになるかなと思いますが、ボードは持ってきてるし、まあ質問とかあれば全然答えるんで、どんどんチャットに書いていただけると幸いです。意外とサーファーズが乗らないな、見てると。もうちょいサーファーズ乗るかなと思って見てるんだけど、意外と難しいのかな。みんなロングなんですよね、ほとんどやってる人。今短いボードの人がね、あんまりいない。この2人かな、多分。今ちょっと乗った人いるから分かんないけど、ここの2人が多分短いボードで、それより右側のここからここまでは全員ロングですね。一応右側にもサーファーはいるんですけども、かなり波はダンパーっぽいですね。乗れた時の形は良さそうだけど、基本なんか先端出れてないみたいなので、やっぱりブレークは早いんだと思います、見てる限り。全体的にやっぱセットはかなりダンパーなんだけど、乗れるのであればやっぱこの正面付近は結構チャンスはあると思うな。やっぱりこれとかもブレーク早いけど、片落ちしたところでちょっとそれでも早いな。ちょっとブレークは早い。結構難しそうではあるね。見てる限りはやっぱかなり難しいけど、スキムは見た目より多分乗れると思うんで、今からだったらちょっといい時間は、かなり短いと思うけど、スキムもやろうと思ったら少しスキムやって、でサーフィンとかに切り替えた方がいいかもね。できなくはないけど、今からだとやっぱできる時間がそんな長くないから。今すぐぐらいでこれできてあったらスキムは結構ちょこちょこ乗ると思うな。こういう流し波であったりとか。意外と右に流れてるな。いいね。ここはちょっと、スキムボードは誰もいねえし、僕もやってるわけじゃないから、サーフィンの方にカメラ向けてきますが、とりあえず結構遊べる波は多いんじゃないかな。サーフィンがもうちょい波数多くてちょうどいいのがあればね、理想なんだけども、意外とダンパーが多いよね。さあこれ行くんじゃない？乗れるのであればやっぱロングは面白そうだよね。今みたいなのが取れるのであれば。
ちょっと本日は、私服ですが、配信はしてるんで、このまましばらく波情報を発信し続けるんでね、もうどんどんいろいろチャットとか書いて質問してってください。意外とね、意外と寒いっすね、やっぱり。結構ちょっと動いてないとやっぱ少し寒いかも。全然そうでもないんだけど、やっぱりずっと立ち止まってるとやっぱ寒いんだ。せっかくだしちょっと生コンまで見に行くか。ここからどうせ寒いこともないんで生コンまで行かなくても、ちょっと見晴らしぐらいまでは見たいんですよね。見晴らしもスキムできたから。とりあえずね、ここ流木前付近ぐらいだったらスキムもサーフィンも多分今日の中だとかなりいい部類だと思う。やっぱりここ、スクールしてるから人数が多くないのかもしれないんだけど、少なくともここの3人でやってるロングのサーフィンのピークは乗れれば面白そうで、そのインサイド付近でスキムも多分できるんじゃないかな。なかなかちょっと波は選ぶかもしれないけど、あとはこうやってちょっとピッチが短いことかな。スキム目線で言うと波のピッチが微妙に短いから、2枚波の裏とかを狙うしかないかも。そうだね。一応ね、周期の秒数的には発音の秒数的にはまあまあ長いんですよね。8秒ぐらいあったんじゃないかな。ずっとね、週末から秒数は落ちないで、週末とか10秒ぐらいあったりしたんだけど、昨日とかも9秒ぐらいあって、徐々に落ちてはきてるんだけど、全然9秒8秒ってかなり長い部類なんで、台風うねりっぽい感じなんでしょうね。一応ね、ちょうどここが見晴らし前右で、サーファーとかも結構いる場所で、スキムが、ここもできそうかなと思って今正面来たけど、ちょっとスキムするには遠いかな。波がもしかしたら遠いっていうのは届く距離かもしれないけど、ブレイクがかなり速いと思う。見てる限り多分ね、掘れてるんですよね。こっちの方がさらに浅いからよりダンパーな波になってるんだと思う。ちょっとこの辺で配信しますね。ちょっとブレイクは早いのかな。選べば全然多分取れるんだろうけども、スキムもサーフィンも。ただやっぱブレイクは早いかも。サイズはあるんだけど形がそんな良くない。スキムはどうだ、速そうだけどな。こういうやつかな。スキム狙うから準備してここで出てて、であれ狙う。あれだね、何回か分かったんですけど、多分このペットとかの終着地点が多分さっきまでいた右側なんだと思う。流木前なんだと思うああいうやつ、そう、ああいうやつの終着地点がちょっとこれ特殊だけど、多分流木前あたりなんじゃないかな。だからここが一番サイズはあるんだけども、一番乗るのは難しい。大体こういう時ってサイズがあればいいっていうもんじゃないんで、結構ワイドだよ。それだったらやっぱりさっきまで言った右とかでレギュラーとかグーフィー両方狙ってる方がサーフィンはいいよね。ワンチャンかけてダンパーチックだけど、ダンパーチックかほぼ割れないかの2択なんだけど、どうだろうね。さっきのロングの3人組を微妙にこっちに寄ってきてるから、僕が歩いてるタイミングと同じぐらいでこっち側左側に動いてたから、ここの正面のいっぱいサーファーがいるピークとはちょっと離れてはいるんだけど、
まあだいぶこっち寄りのピークにはなってきてるから、どこがいいんだろう。マコンもサーファーはいるけど、あっから放送あるの。今一人乗ってたんだけど、よいしょ。よいしょ。ナコはちょっとより波がペライかもね。うねりはやっぱここが一番でかいね。うねりのサイズだけ見ればここが一番でかいから、まあサーファーの人であれば見晴らし前を中心として考えて、でまあ左右にこう動くのがいいんじゃない？自分がやりやすい場所として。まあでスキムもサーフィンも両方やるよっていう人であれば、まあちょっと右側行った方がまあいいんじゃないかな。さっきまで僕が配信してた場所、まあ、気になるからちょっと動画こう戻っていただいて少し。さっきまでそっちで配信してたんで、一応まあどの道後で戻るんですけど、そっちに、まあ、とりあえず今少し左側で配信してるから、まあこういう経験。お、これいける。これスキムいけるぜ。サーファーは乗れないぐらいのうねり。インサイド。これいけるぜ。あ、全然いけんじゃん。だからまあセットが入らないで、そのセットの合間だったら見晴らし前も全然スキムまでいい。無駄にやるんだったらやっぱり右側の方がスキムはいいけど、まあ今言ってる通りサイズはここやっぱでかいから、そのベースのコナミ、インサイドに来るコナミも少しサイズはあるように感じる。見てる限りそんな大きな差はないけど、まあ、ベースのサイズはちょっとこっちの方があるような気がする。ただ傾斜がね、傾斜はねついてるんだけどね、少し砂柔らかいね。ちょっと砂がこう漏れてるから、まあ柔らかいかなと思って言ったけど、今やっぱちょっと埋まるかな少し。でも全然そんな多分気にしないぐらいだと思う。これだったら。あとね、全体的にね、まあ砂利っぽいっすね、インサイドは。これちょっと少し戻るか。向こう側に多分できなくはないけど、よくはないよね。すごいいいわけじゃない。まあやっぱこのピークだよね。この今割れたピークの左右で、まあ、もうちょいいいピーク探しながらやると結構いいんじゃないかなっていうふうに思う。それを狙うしかないと思う。まあちょっとスキム、自分はスキムボーダーだからスキム目線のとこで、スキム向きな波のとこでできるだけ配信はするけど、ちょうどセットかな。これが一番セットだと思う。割り出し来るで結構ちょこちょこ入ってくるセットの中だと、まあこれが一番サイズある。まあ待ってくるセットはもうちょいサイズあるかもしれないけど、まあ取れそうなサイズ感。まだそのダンパーが少し緩いぐらいのセット感だったら今のが一番上限だと思う。この辺砂柔らかいな、結構。ああ、でもここから閉まるんだ。でここから閉まってって、でこの足跡だから、まあ、さっきまで僕がいた場所だね。ここだから。わあでかいこれ。まあ50センチであるからね、サイズ自体はあるっすね。まあこんな感じでちょっと今日はね、はい、私服ですが、とりあえずこういう感じで、はい、配信します。
置き直したらカメラの水平取れなくなっちゃった。こんな感じか。でこんな感じ。これとかもタイミング的にはモーターでいくのが正解かな。まあ引き付けならいくらでもつきますね。セットが入った後だからあれかな。結構波が入り組んで今いろんなとこ波入ってる。いろんなとこからこう波入ってきてるからちょっと波はよれてるかな。ちょっとペライか。少し右待ちですね。これぐらいかな。よいしょ。あ、なんか来てる。ストライクランドプロパンさん、What props to this guys hats off? 脱帽。So much consistency best live skim channel on YouTube。今週は Thank you so much いやありがたいですね。こうやってライブスキムのライブを一番いいって言ってくれるのはありがたいですね。あ、ひろき山崎さん、ご質問となります。フロントターンが全くできず、かかとに体重をかけられなくて、転んでしまうのですが、テイクオフ時に意識していることや、波にボードを当てる際に意識すべきことなど教えていただきますと幸いです。あ、フロントですね。フロントはですね、まあ、やっぱね、フロントはね、むずいんですよ、最初。ちょっとね、これ読んでます。フロントは、まあ、よくあるパターンが前もちょこっと喋ったことあったんだけど、まあ、最近ちょっとそういうフロントについてあんま喋ってなかったから訂正するんだけど、まあフロントでターンするとまあまあ多分こういう風にフロントターン多分すると思うんですけど、そうするとやっぱかかと乗るんですよね。でかかとに乗った時によくありがちなのはやっぱりこのままちょうどいい体重かけられなくて尻餅をつくパターンと、あとは波がこうえぐいようにこうかぶさってきて、まあ、ボードがこう合わせたいのにこう返ってきて、で前にそのままつんのめって転ぶパターンあると思うんですけど、フロントターンの時は最初はかかとに乗せるイメージより上半身をしっかり動かす、行きたい方向に動かす。まあ、グーフィーだったらこっちなんだけど、そうで必ず目線を下じゃなくて先に向けてあげる。フロントは特に目線の向きがすごい重要なので、まあ、多分フロントだとよくありがちなのが、まあ、波がバックサイドと違って波が最後までターンする瞬間まで波が見えてるからついて波を見すぎちゃうんだけど、そうじゃなくてもうターンできるなっていう時にはもうターンできそうな段階でもう波は見ないで進行方向を見てあげるっていう風にするとすごいいいから。そうすると多分転ばなくなる。だからバックサイドの時はこうつま先に体重っていうか、まあ体重って言い方するけど、まあ体重側に体重かけてつま先側に体重かけてこう
踏みながらターンするっていうイメージが強いから、その感覚でフロントをかかとでやっぱ入れようとするんですけど、まあ別に間違いではないんですけど、最初のうちはやっぱ転ぶと思います。だからテイクオフとかの、まあ、そういう意識よりかは、そのターンする時の目線と状態の動かしの方がフロントはすごい重要かな。だから最初やっぱフロントラップはできることはない、多分できないと思うんだけど、そのフロントサイドだったら基本ライナー気味にこうラップじゃなくてこうC の字にこうターンするんじゃなくて、基本直線的にこういう移動をするから、それだったらちゃんとグッて踏むよりかはちゃんと上半身の目線をその先端先の方に向けてあげることの方が重要。まあ、ラップとかになってフロントラップとかをしようとし始めるとやっぱりかかとで踏む必要性とかあるんだけど、基本はちゃんと目線と上半身っていうのはもうどの時も一緒です。これはフロントは特に意識してある。バックサイドも同じなんだけど、バックサイド以上にやっぱ難しい。だから最初はそんなねかかとで踏みすぎるイメージよりかはちゃんと目線と上半身を引っ張ってあげる。かかとで踏んでこう回そうとすると上半身がもう頭がこのボードの後ろ側行っちゃうんですよ。今ちょうど縦で見てるから分かりやすいと思うんだけど、こうなってるからかかと入れるときってで、そうすると頭がちょっとでも後ろに引っ張られたらそのまま尻もつくんで、はい、だからそれがね、まあかなり、まあ、フロントの難易度を上げる理由。結局バックサイドで頭が多少こう下がってでも耐えられるのは、まあ、腰が低いからですね。シンプルにつま先で踏ん張った状態で腰が低い分には、まだ耐えられるんですけど、かかと側に乗った状態で腰が低くても結局耐えられない。もうだんだんこうやって後ろ側に落ちていくんですね。だからフロントサイドはもうしっかりかかとに入れるよりかは上半身を動かして目線を引っ張ってあげる、行きたい方向にっていうのをまあ意識するといい。だからかかとを乗せる意識はね、まああんまり最初のうちはねしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。テイクオフはもうとにかく丁寧に、テイクオフは別にそんな意識的には普段と変わらないから。あとはあれかな、フロントの時に結構ありがちなのが、まあ、最近結構平塚でもフロント打つ人が、まあ、ちょこちょこいるから結構まあ見て分かったんですけど、フロント失敗する時ってね、僕もそうなんですけど、分かりやすいのが前足の位置がこう、ちょっといいこれですか、前足が、まあ、ニュートラルだったらちゃんとだいたい土踏まずのあたりがこのアーチバー、デッキパッドのアーチバーのあたりに、まあ、来て、まあ、つま先とかかとがこう綺麗にいくんだけど、フロントを狙おうとしてる時に結構足の位置がね、かかと側に寄ってることが多いっていうのに、まあ、最近結構見て気づいてた。で、まあ、だからグーフィーだと、まあ、今度それが、まあ、逆でニュートラルこうなんだけどかかとに寄ってるとこうなってる足の位置、まあ、極端に言うとこうっていうのがあるからテイクオフの時の前足の位置っていうのは結構気にした方がいい。まあ、後ろ足はね結構みんなそんなブレないんですけど、前足の位置がやっぱりね結構知ることが、まあ、ちょこちょこあるから、まあ全員が全員の失敗の理由がそういうわけではないんだけど、まあ、僕自身の、まあ、経験っていうか、まあ、ミスの仕方と、まあ、他の人とかを見てると、まあ、そういうのがあることが、まあ、ちょこちょこあるから、まあ、そういうのも、まあ、気をつけた方がいい。まあ、でもその辺はその状態でさっき言ったかかとで踏もうとしてるから確実に転ぶのであって、まあ、もしちょっと足の位置ずれたなと思ったら波にアプローチしてる間にこの足の位置を戻すか、それとももうその状態でもう波の感覚、自分と波の感覚がもう距離短かったら同じようにフロントサイド、さっき言った目線と状態のもうとにかく意識してあげればまだメイク率は少し上がるんじゃないかな。
っていうふうに思います。フロントはやっぱ最初のうちはすごい難しいんですけど、フロントはバックサイド以上にやっぱ数練習しないと感覚としてやっぱ身につきにくいかなと思います。こんな感じで、はい、どんどん答えてくれて、もういっぱい質問してってください。現状波はダンパーですね。今喋ってないからちょうどセットが入ってたんだけど、かなりブレーキは速いかな。もうちょいね、やっぱり潮が乗った状態でチェックすればよかったね。僕もちょっと入らないから別にゆっくりでいいかなと思って。じゃあ砂が冷たい裸足になったら今日砂が冷たい。せっかく波ちょっと面白そうだから、やりたいんですけどね、ちょっと入れないので、今日は、とりあえずいろいろ答えていく回とさせていただこうかな。今日のライブは、しばらくこういう感じで、配信していくんで。ひろき山崎さん、ありがとうございます。目線と上半身、前足の位置意識してみたいと思います。そうですね。そこを意識したら、だいぶダイビングとしては変わるんじゃないかなと。これは別にフロントだけじゃなくて、そのバックサイドにも共通して言えることなんですけども、フロントは特にっていう話です。失敗しやすいっていうよりかは、バックサイドよりリカバリーが効かないっていうイメージを持っていただけるといい。対処の方法がバックサイドより少ないから、どうしても失敗が重なる。だからできる人が結構少ないというか、メイク率が高い人がそんなにいないフロントサイドだから、大会とかで強い人はフロントサイドのそのメイク率がやっぱ高い。プロじゃなければ基本左右取り右左こう打つ大会あんまないんだけど、プロクラスでやっぱ安定して勝てる人はそこのフロントサイドのメイク率がとにかく高いです。当然やっぱりバックサイドもうまいんですけど、そういう人たちって大体大会の日ってすごいいい波のことってあんまりないので、日本の大会だったらね。だからバックサイドの取り合いになったらあんまり点差つかないんですよ。せいぜいついても、マックスで1点差なんですよ。1本あたりでマックスで1点差なんですよ。大体ね。その波にやっぱ異常に強い人とかたまにいるんだけど、大体平均すると、どんなに点差がついても1本につき1点ぐらいで、3本取りのことが多いから、バックサイド2本、フロントサイド1本だった時に、バックサイドの1本1本で、大体2点、マックスで2点離されて、ただあと1本フロントちゃんと乗れれば逆転できるなみたいな時にその2点埋められるなっていうのを埋めさせないぐらいハイレベルなフロントは必要ですね。上手い人たちはそのバックサイドで競った時にフロントで稼げる人か、バックサイドで点差をつけた上でフロントサイドも安定して決めれてその点差を詰めさせないっていうその2通りかなの人がやっぱ強い。もう圧倒的に点差つける人と、競り勝てる人の2種類がやっぱ体感が強い。他に言っていくとやっぱトリックができる人とかもあるんだけど、別にトリックが最悪できなくてもそのメイク率、特に左右取りでフロントが必要な時はそこの差はやっぱ大きすぎるかなっていうふうには思います。それだけフロントサイドはやっぱり重要な技術なんで、練習できんならバンバンしてる。ただ普段人が多かったりするとこうぶつかりそうになってフロント打てないってことが結構あると思うんで、できるだけ人いないところでフロント練習するか、大会だと思ってそうやって周りが人走ってる中でもフロント打つ練習はした方がいい。僕とかは基本人少ないところで打つんだけど、フロントサイドは僕の場合こうやって平日もやってるから結構週末はバックサイドしかやらなくても意外とフロントサイドは平日練習できてたりするんですけども、そんな感じですね。フロントが
重要ってことですね。まあフロントはやっぱり手札として必ず持っておく必要がある。本当に。あとフロントが上手い人はかっこいいっすね。ライディングがっていうか、やっぱり上手に見えるよね。すごい実際上手なんですけど、さあちょっと潮引いてきてるかな。結構ダンパーチックなのがずっと続いてる気がする。まあとりあえずちょっと今日はまあ何回か細かく言ってくんだけど、ちょっと自分が目が炎症してちょっと海入れないんで、なんでお前私服やねん、なんでメガネしてんねんみたいな感じで今来た人とかはまあ見てるかもしれないけど、まあちょっとそういう理由で、まあ、海しばらくちょっと入れないんで、まあ多分週末ぐらいには入れるかなとは思うんですけど、まあ、それまではまあこういう形態で、私服でまあ朝波情報を発信して、まあ、質問にはもうどんどん答えていく。まあ一応今画面外だけどボード持ってきてるんで、どんどん答えていって、まあ今日の波の特徴とかでもいいですけどね。どんどん答えていく。まあ技術的なこともいろいろ喋ろうと。まあ、特にあれだね、まあ今言ったフロントの話じゃないけど、特に難しいのがやっぱ今日みたいにヘッドっていうか選べばスキムでも届く波は多いんだけど、ベースはこういう感じでスープ波だったりとかパワーがない波の時の大会とかがすごい難しいよね。やっぱこういう時は特に。こういう時にいかにそのメイク率が高い人が勝てる、まあ高く持っていけるとだいぶ勝ちやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういう時はねもう狙わない、日本の大会だったらプライオリティルールないから取れる数を打つ。まずはこういうスープでもいいからフロントサイドとバックサイド両方とも取ってあげる。その意識はすごい重要です。でまあその3本が揃ったらじっくりちょっと波待ちしながらいいのを狙っていくっていう風な戦い方がやっぱ重要かな。最初からいいの待ってたらそのヒート波が来ないで終わる可能性があるんで、最初の、まあ、1分半長くても2分ぐらいの間までにしっかり3本、プロだったらまあ左右になるんですけど、まずは3本揃えてあげる。ライディングクオリティは低くてもいいんだけど、最後までメイクしてるライディングを出してあげるのが重要。とはいえこの波で3本揃えるのはなかなかやっぱ最初は大変だな。波質分かるまではこういうやつとかだったら右から左に向かってそこに合わせたりしてライディングとかできる。でまあこういう裏のピッチの短いのだったら左に展開して左から右に向かって出して、まあ、そういうのはできるかな、無難に乗ろうと思ったら。かなりこういう大会の時はね、さっき言った通り点差がつきづらいんで、まあだからその競り勝てるかどうかは結構フロントとかトリックにかかってくる部分はある。こういう波だったらね。結構引いてきてるけど、これがもうちょい潮が引いてきた時にどうなるかって感じだね。ちょっとダンパーチックにはなりそうだけど、意外とでもまあベースは遠くなるけど、こういうやつとかも多分今準備して、多分いけますね。これも
こういうやつは多分合間合間であるからさ、これ今最後ここかだけど、こういうの来るから全然ある程度引いちゃってもスキムは再生並みで遊べるかもね。引きすぎは良くないだろうけど、引きすぎたらやっぱ厳しい波ではあると思うけど、微妙に遊べる波は多少引いても来るかもね。まあもう多分見てる感じベストタイムはもうね過ぎちゃってるかな、スキムは。だからベストタイムを過ぎても全然遊べる波はあるので、サーフィンはこれからどうなるかだね。ダンパーチックになりそうだけど、もうちょいボード邪魔だな。これで見えるか。 OK。 まあそんな感じで、はい、まあしばらくは、はい、このスタイルでライブ配信して、全然袖の方行けとか言われたら全然袖の方行くし、生コンまで行ってってやったら生コンまで行くし、なんかチャットでいやこのポイントチェックしたいんだけどって言われたらとりあえず移動していくんで、一応とりあえずまあ見た感じはやっぱここ流木前、今、まあ、流木前って言うけどもう流木埋まってるからどこが流木かわかんないけど、まあ大体流木があった場所で、まあ流木前で、はい、まあ大体場所は伝わるかなと思って、スキムボーダーサーファー平塚で入ってる人ならとりあえず、まあここがまあ一番スキムもサーフィンもまともに見える感じです。スカーフィン今日は。まあずっと見てるけど、やっぱここがまだ無難に感じるかな。このインサイドとかもいいんじゃない？これちょっと右寄りか。ちょっと遠いか。やっぱ引いてるかな少し潮は。まあ今から来るのであればサーフィンを選んだ方がまあ無難ではあるけど、全然再生波は意外とスキムも来るから、まあ狙ってみる価値はあるから練習は全然できる。このスキムも良さそう。これインサイド、ターンしてワントリックぐらいなら全然いけるな。ちょっと波緩いけど、ね、今のはターンしてワントリックとかは全然いけそうな波ではある。この裏とかもこれもいけるもんね。狙う人いると思うな。フロントが良さそうだ。ちょっと巻き甘いか。パワーがやっぱないのかな。全体的に今遠浅かもね。平塚は遠浅で手前はすごい深かったりするから、まあ、そこでスキムができるかどうかって感じ。かなり置き場浅い地形というか条件になってそうなので、まあサーフィンは全体的にダンパーだけど、まあ、動けばどこかしらではできるから。スキムが結構できる場所が限られそうだけど、まあ少なくとも、まあ、情報もらった限りは、まあ、虹ヶ浜と、まあ、ここはまあ比較的多分流木前はマシだと思う。
さあサーファーが意外とこっちに集まり始めたかな、さっきよりは。あれだね、いっぱい私服でライブ配信してる、やることがないだいぶ入りたいんですけどね、意外と乗れそうだから結局ライブやってボード持ってきてるけど海では入れないからおお、これいいスキム、ここ、おお、ちょっと気づくの遅かった。どうせなら入りたいです。まあ大体あるあるなんですけど、こういう自分が入れない時とか、まあ、空手もそうだけど練習できない時に、まあ、実際こうやって見に来るとやりたくなるっていう仕方ないことなんですけど、しかも意外と波サイズずっと残ってるからね、やれないのすごいもったいない。よいしょ、サーフィン2アクションぐらい入りそう。ベースはやっぱりちょっと潮引いてってるかな、結構潮引いてってるから、まあスキムやるならやっぱ多少早い時間の方がいいのかな。これはいけるかな、ちょっとブレーク早いけど全然、いける場所はありたい。少し左か。まあ少なくても見た目よりかは遊べる波ではあると思うので、まあ入ろうと思ってる方は全然入りにそれのはありだと思うんですけど、少なくても流木前はこれいいんじゃない。レッドグーフィー、乗れないか。乗れたら面白そうだけど、インサイドスキム来るか。インサイドスキム来そう。これ流し、もっと遠くね、全然。結構流せるね。さあレフト行きましたね。サーフィンはレフトの方がいいのかな、基本。これインサイドスキムいけるやん。あれ少し右の方がスキム良さそうだな。再生波のポジションがちょっとずつ右にずれてる気がする。なんかあっという間だな。もう1時間ぐらいか。やっぱサーファーのピークはやっぱこの正面やっ
ぱりこの流木前あたりになってきたってことは、やっぱ基本はここの方がいいのかな。見晴らしが全員上がったんですよね。全員上がったっていうか、まあ上がってきてもいるけど移動してきた人もいるから、まあだからまあここがいいんでしょうね。サーフィンもスキムもちょっと一回少し離席というか、ライブ配信このまましてるから、ちょっと戻ってきたらまた喋ります。帰ってきましたけど、ちょうど窃盗かな、なんかでかいな。
だやっぱ意外と板落ちてない。分厚いのかな、やっぱり波は意外と。がっつり良ければスキムもサーフィンも面白そうなんだけどね。まあ思いのほか遊べる波は多いんじゃないかな、この条件っていうか見た目にしたら。見た目よりかは本当全然遊べると思うんだよな。水温、外気は冷たいけど水温別にすげえ冷たいわけじゃなかったから、さっき濡らした感じ入れるとは思うけど、この寒さに、外気の寒さに耐えられる。グローブとかブーツはあるに越したことはないかなとは思う。そりゃあった方がいいけど、別に全然なくても大丈夫なぐらいだと思う。セットが入ってないタイミングだったらスキムがいいの来るんじゃないかな。ちょっとピッチが短い2枚波の裏側とかかな。これとかはちょっと2枚波だけど重なっちゃうから難しい。当てどこあるよね、全然。巻かないぐらいだったら全然当てどこある。この裏かな、この裏が一番いいかな。もうこれいいんじゃない、結構いいと思う。これいいじゃん。ワンアクション入るよ、インスキムでは流しラインで。動いてないと寒いんだ。普段だったらスキムやってっからもう全然寒くないんだけど、これぐらいなら。サーファーが集まり始めましたね。また3人だったピークが5人になって、でもね、この周辺に集まりだしたけど、一人一人の間隔が結構広いかもね。ブレーキが速いからっていうのはあると思うけど、密集はしてないよ、集まってはいる。今日は火曜日だし誰か来そうだけど、スキムボーダーってこんな機会があったら。このインサイドは普段だったら僕とかがまだ乗ってたり走ったりしてるから参考になるけど、僕も自分がやらないことには実際やってみないと分かんないから、見た目は今のは狙うけど。
サーフィンもできるんだよ。ああ、引っかかんない。やっぱ緩いのかな、見た目よりサーフィン意外と。短い棒だから。やっぱ長いボードでアウトからじゃないとちょっと引っかかんなそうではある。ボードが短いとなかなか今日は引っ掛けるの大変そうではある。スポンジとか浮力がある板を選択するのが正解なのかな。数字上の割にはあれだよね、意外とパワーないよね。多分50センチ台ぐらいある割に。50センチだったらもう一声パワー欲しいよねって感じの見た目してるけど、まあそういう見た目だけど、見た目の割にはできる方なんじゃないって感じ。悪くはないけど良くもないっていうぐらいな感じだと思う。遊べるぐらいな感じ。ちょっと楽しく乗れるのはありそうだよねみたいな感じなんだ。今日すごいいいじゃんっていうよりかは、練習できるねとか、意外と面白いなあれじゃんぐらいなイメージを持って、今日は来るのが正解。インサイドスキム、これいいんじゃないか。一応今ね8時43分か。もう僕が喋り続けて1時間10分か。長いな。やべかぶってちょっとね、こんな感じだね。10時33分干潮だから、あと2時間弱潮がピントが戻った2時間弱ぐらい潮が出てくるから、お、乗ったさ2アクションぐらい入りそうだった。僕が見てるところで1アクションですよね。ちょっとイン待ちしたら短いボードでも乗れるのかな。ただイン待ちしてるとたまに来るこういうダンパーチックなセットが来るから、そういうのは乗れないけど、その代わりインサイドで乗れる本数はもしかしたらあるのかもね。見た目意外となさそうだったけど、今乗ったから少なくともあるのかな、インサイドのサーフィンは。ちなみに右側はかなり微妙ですね、サーフィン。もうほとんどダンパだし、サイズもやっぱ自分の今いる正面よりかはやっぱ右側はサイズ落ちてるので小さめだからなかなか難しそうだよね。基本はここだよね、サーフィンは。
今ちょっと上から西側も見てきて覗いたけど、やっぱうねりがやっぱ全然こっちの方がサイズあるね。見てるとうねり線がやっぱり向こうは見えなかった。だから、サーフィンしよう、少なくともサーフィンしようと思ったら今日ならこっちの方が無難かな。もうちょい潮が引いたら分かんないけど、少なくとも今の時間周辺ぐらいなら多分そんな変わんないと思う。スキムも多分こっちの方がいいし、スキムは場所は選ぶけど、探せばどこでもありそうだしな。虹ヶ浜もできるし、プール前も全然良くはなくなっちゃったみたいだけど、なんとか遊べる波ではあるだろうし、少なくともここもできるんだから最低限、ちょっと今もある程度潮が引いてきたから、僕が来た時、大体1時間ちょい前ぐらいだけど、その時とはもう全然波ちょっと違うけど、全然選べばこういうのもスキム狙えるし、わざわざ来るほどじゃないかもしんないけど、来たら来たで結構面白い練習はスキムは少なくともかなと思う。見た目よりかは全然取れる波ありそう。
なんか引いてきて砂場結構がっつりどこも決まってるね今歩いてるけど、もともとそんな柔らかくはなかったけど、タイヤ歩いたら今砂は意外としましたね。こんだけ潮引いてますからね。だいぶ波も変わってきてるかな。でもこういう波であれだよね、あるあるだけど、まさに今日もそうだけど、悪くなってってるけど微妙にずっと遊べそうっすね。スキムとかってサーフィンも多少惨敗になるかもしれないけど全然多分遊べるだろうし、上がりどころを失う波で、なんか悪くなったら上がろうとか思ってるけど、なんか微妙にライディングずっとできるから上がれねえなみたいなパターンの波です。波質で見たら全然良くはないんだけど、見た目より全然遊べるし、なんか意外と上がれないなみたいな、微妙にまだまだライディングできるなみたいな波です。結局こういうやつとかもさ、微妙に引いてんのにインサイドに来るからさ、スキム取れるんだよね。選べばいくらでも乗れる波です。微妙になんかね、もうちょいアウトレから浮力歩いたで乗るか、もう鉄塔じゃない小波で短いボードでやるか、短いボードドインサイドまでいかないけど気持ちインサイド目に待ったら乗れそうなのあるから、引っかかればだけど、自分サーフィンやってないから今好きかって言えるけど、引っかかるのであればもうちょいインサイドでワンアクション2アクション狙えるのを狙うか、長い板だったらもっとでかいセットをもうちょいアウトから乗れるといいかなって感じはする。結構引っかかってないかダンパーに捕まってるかの2択だからサーファーは
た目より乗りづらいのかな、引っかかりづらいのかもしれない。よいしょ。とりあえず、まあ、今日はこの辺でライブ終わろうかな。ちょっと僕自身もまだしばらくちょっと入れないので、まあおそらく、まあ今っていうか、まあ話してなかった話を、まあ、聞いてなかった人も一応もう一回言うんですけど、ちょっと目が今炎症起こしちゃって、まあ、海入れないんで、まあ、ちょっと今日はだから、まあ、私服で海入らずで、まあ、波情報と、まあ、今ちょっと画面外だけどボード持ってきて解説っていう風な感じでライブしたんですけども、まあもうしばらくだね。一応木曜日金曜日あたりまでかな、多分はこの携帯でライブするかなと思うので、まあまあどしどしちょっと質問とか、はい、話がネタ切れになるんで送っていただけると、はい、幸いです。まあ、とりあえず、まあ、少なくても、まあ、そういう感じでライブは続けるので、一応明日、明後日もちゃんと、まあまあ、しっかり、まあ、見ていただければ、まあ、ライブがやんないってことは多分ないかな。で、まあ、でね、今日の波的には、見た目よりかは少なくても遊べるかな。これスキム乗れるしね。これインサイド。流し波。これ。だからこういう感じで結構合間縫えばスキムも狙えるし、でサーフィンも意外とちょっと引っかかってない、見た目は引っかかってないんだけど、まあ、乗れたら面白そうな波はあるから、まあ、やってみるのはいいかなと思います。でまあやるなら今いるここ流木前周辺がいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、もしかしたらスキムとかに関しては2時間浜の方がいいとかあるかもしれないけど、まあ、無難にやるんで両方やるよっていう方であればこっち来るのが正解かなっていうふうに思います。ちょっとこの辺は実際自分が、まあ、やろうと思ってる波であったりとか、まあ、レベルに合わせて、まあ、ピークが多少左右にこう動くのはいいんじゃないかなと思いますが、まあ、一応、まあ、この流木前を中心にして、まあ、とりあえずここをチェックして、で、まあ、左右動きながらチェックしてやりそうな場所でやるっていうのが、まあ、少なくとも今日に関してはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で水温もそんな冷たくないし、まあ、外気ちょっと寒いからまあ防寒は一応あったかい格好で、まあ、海来るのがいいかな。一応ね多分今日ずっと曇ってるんで、だからすごい気温が上がるってことは多分ないので、ずっと多分今ぐらいの気温を多分キープし続けると思うので、まあまあだから意外と肌寒いよっていうことだけは、はい、覚えてください。砂も一応ね朝冷たかったけどもう全然だいぶ暖かくなったので、まあ、ブーツとかも特にいらないです。スキムボーダーで、まあそんな感じで、まあ、今日はちょっとこういう感じでライブしてきました。まあまあそんな感じで良ければですが、まあしばらく一応明日、明日、明後日は少なくともこの携帯でライブ配信するんで、まあちょっとそうぜひねどしどしいろいろ聞いてください。話のネタが尽きちゃう。その全然解説なんかスキムに関する質問でもいいし、夏美ちょっとあっちチェックしてきてって言ってくれても全然カメラ持っていくし、ナマコ行けってやったらナマコ行くし、荻野松行けってやったら荻野松でも全然行くので、はい、まあ、その辺はちょっと、まあ、その辺はチャットに書いていただく、はい、全然波は見せるので、まあ、今日はちょっと上からうねり見た感じ、まあ、ここが一番良さそうだったので、まあ、一応この流木前から、まあ、見晴らしまでかなを、まあ、チェックして、はい、そこでライブ配信してきました。ということでね、今日はこの辺でライブ終わりにしたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。